こんにちは。私は今、スイスはチューリッヒ空港にいます。これから13時の便で東京成田に帰る予定です。本日登場するのは、こちらのスイスインターナショナルエアラインズのエアバス 340-300 です。4つのエンジンがついている旅客機は、他にエアバス380とボーイング747があります。デザインが美しくて一度乗ってみたいと思っていたのですが、この機材も納入されてから16年か17年ぐらい経過していて古い部類の機材となっております。日本ではあまり見かけないエアバス340、本日はビジネスクラス登場ということでテンションが上がっております。それでは行ってみましょう。木目調のパネルがおしゃれですね。コンセントの差し込み口と、イヤホンの差し込み口ですね。それから読書灯があります。 USB の差し込み口はありませんでした。座席全体はこんな感じです。足元は十分に広いですね。それからモニターはあまり大きくはなくて、少し年代を感じるモニターですね。結構混んでますね。席はだいたい8割9割ぐらい埋まっていました。肘掛けにリモコンが収納されていました。それからシートの操作パネルですね。ヘッドホンにはスイスのロゴが入っていておしゃれでしたけれども、ノイズキャンセルの機能はついていませんでした。それからこちらスリッパですね。ペラペラのスリッパではなくて結構しっかりした作りのスリッパでした。アメニティポーチと、先ほどもご紹介しましたが、本日の機材はエアバス340のダッシュ300です。おしぼりのサービスがありました。ありがたいです。アメニティをこんな感じで広げてみました。赤いソックスに歯磨き粉ですね。それから歯ブラシとリップクリーム、耳栓とあとアイマスクがついています。一通り必要なものは揃っていますが、日系のエアラインと比べるとちょっと残念かなという感じですかね。アメニティポーチもしっかりしたものがなく布の袋でした。登場してすぐにウェルカムドリンクのサービスがありました。自分はお酒が飲めないので毎度オレンジジュースなんですけれどもね。朝食のメニューが配られました。自分が食べたいものにチェックを入れて座席番号を記入して提出する流れになります。結構朝食のメニューが多いですね。洋食か和食か選択してワンプレートで提供されれば楽なのですが、選択肢が多いというのも考えものです。今から10時間後に食べたいものを想像しました。短いヨーロッパ旅行でしたが、舌がアジアンテイストを求めています。右下に表示されているアジア風の朝食、焼きそばに目が釘付けになってしまいました。朝食が楽しみです。ご行きにご搭乗くださいまして誠にありがとうございます。この便の機長はマニュアル・クネル、副操縦士はピエール・ワナツ並びにクリストフ・フェリックスでございます。また私ども客室乗務員のチーフはサマンサ・カストロでございます。離陸後成田までの飛行時間は11時間20分の予定でございます。なおただいまをもちまして航空機運航の安全確保のため、携帯電話も含め全ての電波を発信する電子機器はフライトモードに設定されるか、電源を完全にお切りくださいますようお願いいたします。
Zurich Street Magazin in Ihrer Sitztasche. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Ladies and gentlemen, for safety reasons you are required to have your seatbelt fastened whenever you are seated or the fasten seatbelt sign is on. Please open the baggage racks carefully as objects could fall out. いやー、重い離陸でしたね。なかなか高度が上がらず、やっと雲の上に出てきました。トイレは非常に清潔ですね。フェイスクリームとマウスウォッシュとボディシートが置いてありました。離陸して間もなく1回目の機内食のサービスが始まります。まずはおつまみのナッツとアーモンドなんですけれども、こちらのナッツとアーモンドにハッピーターンの魔法の粉のようなものがかかっていて、非常に美味しかったです。はじめテーブルがどこにあるかわからなかったんですけれども、こんなところにボタンがありました。なかなか見ないタイプのテーブルの出し方ですね。前菜が運ばれてきました。こちらの付け合わせの平べったいパンなんですけれども、今まで食べたパンの中で一番美味しいんではないかというぐらいもちもちして水分を含んだパンでした。 CA さんにおかわりをお願いしたところ、こちらのパン非常に人気があるのよということでした。人参のマリネの下にイワナのスモークが隠れていました。メインディッシュはチキンを選択しました。他に牛肉の赤ワインソース煮込みやタラのソテー、ニョッキなどがあったんですけれども、こちらにしました。非常にお肉も柔らかくて美味しかったです。断面ですが、焼き加減ちょうど良かったです。こちらは妻がオーダーした牛肉の赤ワインソース煮込みです。メインディッシュの後、 CA さんにチーズを勧められたのでいただくことにしました。チーズにはワインよと言われたので、ワインも一口だけいただきました。結構ですけれども、チーズとワインが合うということがよく分かりました。チーズとワインを楽しんだ後、ようやくデザートタイムです。こちらは栗とマスカルポーネのムースです。CA さんがスイスで有名なリンツのチョコレートを箱ごと持ってきて、好きなものを好きなだけどうぞということでしたので、チョコレートを一ついただきました。いやー、おつまみから前菜、メインディッシュ、チーズ、デザートと、最初から最後まで大満足の機内食でした。
1回目の機内食のサービスが終わって機内が暗くなってきましたので、寝床を作ってゆっくり休みたいと思います。寝床が完成しました。やっぱりフルフラットのシートはありがたいですね。成田までしっかり休みたいと思います。成田に到着する2時間ぐらい前に2回目の機内食のサービスが始まりました。離陸する前に朝食をオーダーするシステムだったんですけれども、もう少し多めにオーダーしておけばよかったなぁと少し後悔しております。それから楽しみにしていた焼きそばなんですけれども、もう少し大きいお皿で来るのかなと思っていましたら、小鉢で登場しました。でも舌がアジアの味を求めていたので、非常に美味しかったです。皆様、ごゆっくりおくつろぎいただけましたでしょうか。これより当機40分ほどで成田国際空港に到着いたします。なお、先ほど入りました操縦室からの連絡によりますと、お客様の成田ご到着時の天候は曇り、気温は摂氏1度から2度との報告を受けております。当機はただいま成田国際空港に到着いたしました。座席ベルト着用のサインが消えるまでもうしばらくベルト締めのままお席でお待ちください。ただいまより携帯電話はご自由にご使用になれます。上の棚分けになる際にはお手荷物が滑り出ることもございますので、どうぞご注意ください。また再び機上にて皆様にお目にかかれますよう、機長はじめ乗務員一同心よりお待ち申し上げております。この度はスイスにご搭乗くださいまして誠にありがとうございました。皆様どうぞお気をつけてお帰りください。Cabin crew, please arm the slides. Sollte schnell. Bye. 成田に到着しました。機材はエアバス340だったんですけれども、やっぱりエアバス機はボーイング777やボーイング787と比べて機内が静かだなという印象を受けました。
それだけでも快適なんですけれども、いやー、スイスインターナショナルエアラインズのビジネスクラス、サービスもホスピタリティがあってとても良かったです。アメニティはちょっと残念でしたが、料理は見た目、味、ボリュームともに満足のいくものでした。エアバス340の機材はちょっと古い感が拭えませんが、それでも味があって良かったと思います。成田チューリッヒ線は3月以降はボーイング777に機材が変更されるようです。今回登場したエアバス340がそのまま使用されるかどうかは分かりませんが、3月から関空チューリッヒ線にエアバス340が投入されるようです。もともと製造された機体が少ない上に、だんだん退役が進む機材だと思いますので、登場されたい方は今がラストチャンスだと思います。今回の動画は以上となります。この動画が面白かった、役に立ったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。